北海道やのに、神様は出雲っぽい感じやな。北海道神宮は鳥居がある方角が特徴的です。ロシアを意識した配置になっています。明治天皇はロシアからの侵攻を心配していたんです。皆さんこんにちは。ストレンジハンターのタカです。こんにちは。ウスレンジハンターのマネコです。タカちゃん、今日は何の話をしてくれる？今回お話しするのは北海道神宮についてです。北海道神宮、聞きたい。北海道神宮っていうのは北海道にある大きな神社の一つですが、一般的にある他の神社と比べて実はちょっと違う雰囲気を漂わせています。その理由がなぜか、そんな話を今回はしていきたいと思います。何やら面白い秘密がありそうな予感。それでは始めていきましょう。北海道神宮があるのは北海道の札幌市です。札幌の中心地から車で10分ぐらい走れば北海道神宮があります。神門は菊門です。菊門。ってことは、神様は天皇家の人な。その通り。天皇家だと明治天皇がこの北海道神宮に祀られています。明治天皇というのは近代日本の礎を築いた偉大な天皇と言われています。神様で言うと、メインは大国玉の神。神様の名前はテキストで出しておくね。この神様は国土を守る神様です。そして大名鞭の神。この神様は国土を経営する神様です。そして最後に宿名彦名の神。この神様は国土の経営や医薬、そして酒造の神様です。北海道やのに、神様は出雲っぽい感じやな。菊門といえば、アマテラスとかやと思ったんやけど、違うんやね。なんで？出雲の神様は国づくりの神様です。北海道はもともと日本の領地ではなかったんです。北海道の別名、蝦夷とはかつての日本ではないという認識でした。朝廷に従わなかった一族のことでもあります。征夷大将軍って聞いたことあるかもしれませんが、征夷大将軍の存在はそこから始まっています。蝦夷を征服する大将という意味ですね。歴史としての北海道は明治2年、当時蝦夷地と呼ばれていた北海道は日本の国土としてより明確にするために北海道と名付けられました。そして同じ年の9月1日に明治天皇のお言葉により東京で北海道鎮座震災というお祭りをしました。北海道の開拓、発展の守護神として先ほども言った3人の神々、開拓三神と言いますが、この3つの神様をお祭りしていました。その神様の魂を東京から函館へ、そして札幌へと移されました。明治3年5月には仮の社殿が建てられました。北海道神宮の社殿が建てられたのは明治4年のことで、この年に札幌神社と社名が決まりました。そして日本は開国を決断し、西洋の文明を取り入れて、現在に至る日本の礎を築かれた明治天皇を昭和39年、新しく北海道神宮の神様として祀ったんですね。その時に社名も北海道神宮と名前を改めました。これによって最初に言った3つの神様と明治天皇、この4つの柱が祀られているのが北海道神宮です。古事記の中に国生み神話というものがあるんですが、そこで実は北海道は含まれていないんです。つまり北海道は最初は日本の国土ではなかったという捉え方ができます。神話上の日本は沖縄、北海道は除かれているんです。古事記によると、最初に淡路島、そして四国、隠岐、九州、対馬、佐渡島、本州という順番で作られたとされています。このように
古事記には載っていない、もともと蝦夷という名前だった北海道。この北海道に神社を建て、そこに北海道神宮と名前を付けたことで、日本の国土をアピールするために作られた神社という風にも捉えられますね。日本の国土をアピールするために作られた神社ってわけね。そんな神社もあるんやな。どこにアピールしてた？いい質問ですね。100ほい。北海道神宮は鳥居がある方角が特徴的です。鬼門である北東を向いているんです。これは通常の神社では考えにくいことです。神社の鳥居は南や東を向いていることがほとんどです。では、なんで鬼門である北東を向いているのか。これは意味があると思いませんか？そう言われたら、あるかもしれない。アピールに関係あるの？これはロシアへのアピール。威嚇をするという意味です。ロシアを意識した配置になっています。神社が創建された明治時代。明治天皇はロシアからの侵攻を心配していたんです。ロシアから日本を守るために、あえて北東向けに配置したのではないかという説があります。ちなみに実際は、ロシア本土を向いているのではなく、北方領土の方を向いています。あと他には、網走監獄や陸軍の第七師団を意識したという説があります。網走監獄は、北東を向いている鳥居の方角に存在します。ロシアを意識しただけでなく、北東にしたのは、北海道神宮から神様が監視をする目的ではないか。ロシアの脅威対策だったなら、札幌から北西方面の樺太からの攻め込みを重要視してもおかしくないのではないですか？広大で肥沃な大地、北海道。ロシアからの北の守りを進める上でも、北海道開拓は重要な懸案事項でした。北海道に監獄の一種である囚置官を設置し、安い報酬で労働力としての囚人を使い、北海道の防衛と開拓を進め、人口希薄な北海道に彼らが刑を終えた後に住み着いてくれたら一石二鳥ではないかという考えです。網走監獄というのはいろいろ考えられて作られたんですね。では、第七師団とは？この第七師団は屯田兵が母体となっています。大日本帝国の師団の一つで、北海道を北からの脅威から守るために結成されました。北を鎮めると書いて北鎮という言葉があるんですが、攻めるというよりも守るという考え方です。第七師団の軍隊がずっと配置されている駐在地である永寿地というものが旭川にありました。旭川は北海道神宮から見て北東方面です。こういったものも踏まえて北東方面に鳥居が作られたのは、神様がしっかりと監視をする、神様によるパトロールですね。そういったこともあって北東方面に向けられた可能性があります。当時の日本人にとって神様は現代よりも身近で尊い存在であったと考えられます。なんかめっちゃ壮大な話やな。古い歴史、そして信仰があったから神社が存在しているわけではないんやな。もちろん古代からの信仰があって、そこに社殿が建てられたという神社は日本にはとても多いです。しかし一方で、今回の北海道神宮のように政治的な理由で建てられた神社もあるということです。いかがでしょうか？北海道神宮は政治的な面が色濃く反映された神社であるということが分かっていただけたかと思います。こういった神社は日本の各地にいくつか存在しますので、また機会があれば紹介したいなと思います。今日も濃い話やったな。それでは今回は北海道神宮についてお話をしました。今日のストレンジストーリーはここまで。また次回の動画を楽しみにしておいてくださいね。